他の担当ペアは割と頻繁にハグしているのに自分にはほとんどしてくれないトレーナーがピサが悪いことしたら罰としてハグしちゃうぞと言ったので毎日悪いことをするビクトワール・ピサ。ガオー。うわ。引っかかったのだー。ウェンディ、いたずらはやめろって言っただろ。やめろと言われてやめるようなぬるい覚悟でウェンディちゃんはいたずらしてないのだ。今日という今日は許さん、修正してやる。捕まえられるものなら捕まえてみるのだー。元気だな。そうですね。ですがああいうのを見ているとお二人の関係が少し心配になります。あんなことやってはいるもののあの二人なりのコミュニケーションさ、心配はいらないよ。注意はするとしても本気で怒るほどでもないんじゃないかな。あいつも慣れてるだろうし。ですがああいうことをされて困らないのでしょうか。そりゃ困るだろうね。これは仮にの話ですが。うん。私があのようなことをしたらトレーナーさんはどうしますか？ピサがいたずらを？はい。やっぱり怒りますか？そもそもそんな状況が想像できないな。なぜです。ピサはあんないたずらしないじゃん。それはそうですが。ですから仮の話です。ふーむ。じゃあもしピサが悪いことしたら。はい。罰としてハグしちゃおうかな。その、確認ですが。うん。ハグ、ですか？うん。嫌だろ？俺みたいなのに抱きしめられるのは。そうですね。だろう？だから悪いことはしないようにね。なあんてピサに言うことじゃないよな。こんなにしっかりした子なんだから。ピサ？どうかした？いえ、なんでもありません。失礼します。やあ、ピサ。トレーナーさんに懺悔します。え？私は悪いことをしました。なんだって？ピサ、悪いことって何をしたんだ？このテーブルに置いてあるお菓子を一つ勝手にいただきました。それピサも食べると思って置いてるし別にいいよ。え？つまり想定の範囲内っていうかある意味それが目的っていうか。ですが、許可は取っていませんよ。許可なんていらないって、それくらい。いえ、許可は必要です。俺が不要って言ってるのに。はい。私は無断でトレーナーさんの所有物を口にしてしまったんですよ。許されざることです。人のものを無断でいただくのは信頼関係に関わります。大げさだよ。大げさではありません。しかも、とても美味しかったです。じゃあもっと買っておくね。とにかく悪いことをしたというその事実は変わりません。トレーナーさん、私が悪いことをした場合に与える罰は覚えていますね。覚えていますね。まあ、はい。でもあれは冗談のつもりで。いいえ、一度口にした言葉を後になって撤回するのは公平ではないと思います。さあ、私に罰を。なんでそんなに罰を望むんだよ。いいじゃん、罰がないならないで。トレーナーさん。あいたたた。発言には責任を持ってください。参ったな。さあ。私は準備 OK です。早く罰をお願いします。本当に？はい。ハグだぞ。はい。嫌じゃないの？罰ですから仕方ありません。じゃあ一瞬だけね。はい、おしまい。次からは勝手に食べても罰の対象外だからね。そのつもりでいてね。別の手を考えないといけませんね。ピサ？わかった？はい。お待たせピサ、会議が長引いちゃってね。それじゃあ早速次のレースに向けてのミーティングを始めようか。トレーナーさん。俺の椅子に座って何をしているの？何もしていません。トレーナーさんの椅子に座るという悪いこと自体が目的だったんです。別に構わないけど。構ってください。それにただ座っただけじゃありませんよ。いや、座ってるだけにしか見えないけど。なんと3分も座り続けていたんです。短いし別に座るだけならいくらでも座ってていいけど。長い短いは問題ではありません。私がトレーナーさんを自分の所有物であるとマーキング行為したことが悪いことなんです。まあ俺たちは担当同士だし所有物ってのは間違ってないんじゃない？もっと適切な表現はあるかもだけど。
トレーナーさんの許可なく勝手に座ったんですよ。いいよ、減るものじゃないし。トレーナーさん。あいたたた。昨今では指導の場において体罰はダメだとかそういうことも叫ばれていますがケースバイケースだと私は考えます。必要な時はしっかり罰を与えないと理解できない子供もいるんです。そう、私のように。なんなの？つまり私に分からせるためには罰であるハグが必要ということです。じゃあまた一瞬だけ。それではダメです。どういうこと？前回が一瞬で終わったので次はマシマシでお願いします。そんなラーメンのトッピングみたいに言うようなことじゃないでしょ。勘違いしないでいただきたいのは別に長い間ハグを楽しもうとかそういう意図ではありません。一瞬のハグで反省しきれずまたすぐに悪いことをしてしまったのなら罰を強化しないといけないとは思いませんか？だからそもそも罰を与えるような悪いことじゃないんだけど。トレーナーさん、あんまり聞き分けがないようですと私からハグしますよ。何それ？ああ、じゃあ前回より少しだけ長くね。はいおしまい。あ。もういいでしょ？ミーティング始めるよ。はい。今日はトレーナーさんのハンカチを勝手に持って行って洗濯しておきました。ありがとう。罰をお願いします。今日はトレーナーさんをさん付けせずトレーナーと呼びました。別にそういう担当ペアはいくらでもいるじゃん。いいえ、これは不敬です。罰をお願いします。トレーナーさん、実は今日も私は悪いことを。ピサ、ちょっと待って。はい？最近ちょっとおかしくない？そうでしょうか。毎日何かしら悪いことしてないか？それも別に対して悪くないし。気のせいでは？絶対そうだろ。私はただ自分の行いを正しく顧みているだけです。でも俺が罰を与えるほどじゃないって言っても罰を受けるまで帰らないよな。では今日は帰ります。あ。最近のピサ本当に変だな。今日のトレーニングは中止、また明日だ。え？疲れが残ってるんだろ？俺が気づいていないとでも思ったか？それは。昨日のピサの走りを見ればわかるよ。少し動きも重かったもんな。休むのもトレーニングだと思ってくれ。はい。そうそう、自主練もなしな。ピサ？はい。レースの日程が近づいてきて焦る気持ちもわかる。けど急がば回れだ、無理するのは一番良くない。わかりました。ピサ。何をしてる？自主練もするなと俺は言ったぞ。いえ、私はただ他の方のトレーニングの様子をここで眺めていただけで。嘘をつくな。手に持ってるジャージはなんだ？これから自主練する気だったろ。トレーナーさん。どうしてだ？どうしてこんなことを？申し訳ありません。謝るくらいならするんじゃない。体を壊して困るのはピサだぞ。最近よくピサがやる笑って済ませられる悪いことならともかく今回は本当にダメだ。これは。なんだ？悪いことですよね。まさかハグされるためにやったのか？違います。これは本当にレースに向けて。いい機会だしはっきり聞かせてもらおうか。毎回適当な言い訳してるけどピサのやる悪いことってのはハグをされるためにやってるよな。他の担当ペアの方々は割と気軽にハグをされています。まあそこそこ見かけるな。ですが、トレーナーさんは。だって俺みたいのにハグされたら嫌だろ。それこそ罰に設定するくらいなのに。ピサ？本気で言っていますか？本気だけど。まさかそんなことないの？はい。じゃあ罰になってないってこと？はい。むしろ調子が上がります。そうだったんだ。なら最初から言ってくれればよかったのに、ハグしてほしいって。え？いやほら、年頃の女の子相手にそういうのはね。だから遠慮してたところはあるんだけど調子が上がるんなら話は別だよ。別に悪いことしなくてもハグくらいするぞ。本当ですか？本当だよ。だって担当の調子が上がるのならそれはいいことだからね。だから必要な時は遠慮なく言ってくれていいからさ。はい。失礼します。
やあピサ、今日は何か悪いことでもした？いえ、何もしていません。偉いぞ、ピサ。それだけですか？む。そんな褒め言葉だけでは私は満足できません。してくれますよね？ハグ。はいはい。はい、おしまーい。あ。どうだ？調子は上がったか？時間が短かったので不調になりました。勘弁してくれよ。じゃあ今日のトレーニング頑張ったらまたしてあげるよ。本当ですね。約束だ。ふふ。なら今日はいつも以上に頑張りますね。ああ、この調子でいけば次のレースは勝てるよ。勝ったらご褒美をいただけますか？まあ現実的な範囲なら。ではあなたの心音が伝わるほどの情熱的なハグをお願いします。積極的なピサイ像これ。馬娘ちゃんを愛する同志諸君、チャンネル登録と高評価、ぜひよろしくお願いします。